お米が5キロで5000円。すごいよお姉ちゃん、これお買い得だよ。本当だね。僕が見つけたのだ。皆さんこんにちは。私の名前は琴ノ葉茜です。現在、新米の値段は5キロで3万円します。それは暑さとか雨が少なかったせいでお米があんまり取れなかったり、お米を作るための燃料や肥料も高くなっていたり、お米が少ないのにお米が欲しい人たちが増えてしまったり、原因はいろいろあります。って偉い人たちが言っていました。だからうちでも今はお米を買わないようにしています。でも国産米って書いてあるけどどこのお米なんだろう。備蓄米って聞いたことある？知らない。巫女の葉って書いてあるのだ。巫女の葉？米？聞いたことないお米だね。でも5000円なんてはした金なのだ。100袋買うのだ。何言ってるの？ 5000 円は大金だよ。チョコミントアイスはいくつ買えると思ってるの？だ。それに100袋も買えるわけないじゃない。今だって安いパスタとかでやりくりしてるんだよ。お肉の鶏胸肉か豚こまみたいな切れ端の安いやつがたまに買えるくらいだし。でも僕は普段ペットフードしか食べてないのだ。さっきずんだ餅食べたよね。あとずんだ餅なのだ。ペットフードだって安くないんだからね。うるさいのだ。どううちにはあまりお金がありません。なので食べ物のこととなるととっても賑やかになります。安くお米が買えてよかったね。そうだね。僕のおかげなのだ。ずんだ虫さんが見つけてなくても私が見つけたかもしれないけどね。今日はずんだ虫さんもお米食べていいよ。わーいなのだ。ペットフード炊き込みご飯ね。別々がいいのだ。さっきも言ったけどペットフードだって安くないんだから。高橋なのだ。こんはし3人とも買い物帰り。そうだよ。お米がとっても安く買えたんだ。僕が見つけたのだ。僕のお手柄なのだ。それ政府備蓄米じゃない。政府備蓄米？何なのだそれ。政府より市民の皆様へお知らせです。現在市場に流通する主食用米の価格高騰が続いております。この事態を受け政府は特別備蓄米の段階的放出を決定いたしました。初回放出分として巫女の葉米 5kg パックを税抜き価格5000円にてご提供いたします。政府備蓄米である巫女の葉米は安全安心を第一に厳正な管理の下で生産・保管された良質な国産米です。安心して毎日の食卓にお役立てください。これのことだよ。本当だ。全然知らなかった。備蓄米って何なのだ。政府が災害とかお米の不作の時とかの緊急時のために保存してるお米のことだよ。新米と違って古いお米だから値段も安いんだよ。でも安いお米を出してくれるなんて政府の人たちはとっても優しいのだ。いやいや、政府が出してくれてるこの備蓄米って家畜の餌として出回ってるものと同じ品質らしいよ。だから5000円でもまだ全然高いくらいなんだってさ。そうなの？だから今 SNS で大炎上してるんだ。じゃあ高橋さんは買わないの？まあ安いのはわかるんだけどね。やっぱりそういう情報を見ちゃうと正直ちょっと抵抗があって。うちらが情弱って言いたいの？言ってないよ。それに家畜の餌って言われたりしてるし。私たちが家畜と同じってこと？言ってないよ。まあ味は落ちるけど普通のお米と同じみたいだし、買うのは個人の自由っていうか。よくわからないけど買わない人が買った人にそういうの言わない方がいいと思うのだ。正論やめてね。ところでどうして巫女の葉って名前なのか知ってる？確かにどうして巫女の葉なんだろうね。それはね。いや、これは言わないでおこう。どうしてなのだ。このお米の真実を知ってしまったら、奴らから追われる身になるかもしれないからね。どういうこと？知らない方が身のあれ高橋大和はクールに去るぜ。中二病ってやつなのだ。確か時間以外に治療法がないんだよね。かわいそう。普通のお米じゃない？本当なのだ。とっても美味しいのだ。高橋さんにあんなこと言われたから身構えちゃった。これなら毎日食べられるね。そうだね。ルナは本当に見たんだぞ。それ本当なんですか？何を見たの？あかね、本当に見たんだぞ。昨日変な格好をした人たちに連れて行かれる高橋を。高橋さんが？でも高橋さんは今朝通学中に見たじゃないですか。ねえねえ君たちいくつ？お兄さんと遊んでるない？大将愛想。やっぱりカブトムシは水割りに限るね。あ、支払いは和音で。危ない！いつも通りでしたよ。まあ確かにそうだけど。それよりさ、2人は巫女の葉米って知ってる？巫女の葉米？ああ、備蓄米のことですか？食べた
ことある？食べたことある。というか食べてますよ。新米はさすがに買えませんからね。5キロで3万円は高すぎるもんね。味はどう思う？いろいろ言われてますけど、ちょっとパサついてるだけで私は普段食べるには十分だと思いますよ。そうだよね。ところで2人はどうして巫女の浜井ってお名前なのか知ってる？そういえば疑問にすら思ってなかったですね。何が由来なんでしょう。ルナは知ってるぞ。本当？どんな意味なの？神社とかに巫女っているだろ？あの着物みたいのを着てる人が。巫女さんのこと？そうだ、巫女の葉っていうのはな、巫女の葉ってことなんだぞ。なるほど、巫女の葉のように真っ白で美しいお米って意味で名付けたってことですね。そういうことだったんだ。どこで聞いたの？ルナが気がついたんだぞ。なんだ。でも、もしかしたら本当にそういう意味かもね。でもおとまちはまだ巫女の葉米食べたことないんですよね。それじゃあ新米食べてるの？おとまちさんち、お家おっきいもんね。そもそも家ではお米はあんまり食べないんだ。ルナんちはお父さんしかいないからな。それは知ってるけど、お父さんがお米嫌いなの？お米をお茶碗によそう音が聞こえるんだ。広いお部屋で誰もいないとな、小さい音が全部はっきり聞こえるんだ。お茶碗に箸先が当たる音とか、シンクに置いた食器に水が垂れる音とか。だからウナは夜は菓子パンを食べてるんだ。菓子パンを食べてる時の袋のカシャカシャって音ってな、なんか賑やかで楽しい気持ちになるんだ。だからウナは菓子パンが大好きなんだ。そうなんだ。でも菓子パンだけじゃ体に悪いよ。あんなに楽しい菓子パンが体に悪いわけないぞ。それに菓子パンはお母さんとも一緒に食べられてとってもいいんだぞ。おとまち、今度うちで一緒にお夕飯食べましょうね。どうしてだ？あなたたち備蓄米なんて食べてるの？あんなの人間の食べるものじゃないわよ。普通食べるなら新米よ、新米。うちでは毎日新米食べてるんだから。やめようよマロンちゃん。マロンさん、さよちゃん。ごめんねみんな。マロンちゃんただみんなとお話ししたいだけなの。そんなわけないじゃない。誰がこんな貧乏人と。マロンちゃんこんなだからお友達一人もいないから。やめなさいさよ。大丈夫ですよ。要はご両親が裕福で人に頭を下げる経験が少なかったために身の丈に合わない高い自尊心が育ち人間関係を築きにくくなってしまっただけのことですよね。そうなの。本当にやめてちょうだい。そろそろお米なくなりそうだから買いに行かないとね。そうだね。でもあのお米はまた売ってるのだ。そっか、もう巫女の浜井って売ってないんだった。まともな値段でなんて買えないし。でも、お米食べたいな。僕も食べたいのだ。市民の皆様へお知らせです。先般より提供を開始しております備蓄米、巫女の浜井について、一層の生活支援を目的とし、追加放出を実施することを決定いたしました。今回の供給分につきましては、内容量 5kg あたり、税抜き価格2000円にてご提供いたします。今後も政府は、市民の皆様の安定した食生活の確保に向け、必要な措置を講じてまいります。5キロ2000円だって。すごいのだ。破格のお値段なのだ。どうしてそんなに安いんだろう。確かに、5キロ2000円ってちょっと安すぎるかも。急にそんなに安くできるものなのかな。政府の人たちが頑張ってくれたってことなのだ。お安いのが一番なのだ。そうだね。来週販売らしいよ。100袋買うのだ。そんなに買っても食べられないって。こんにちは。リポーターのささらです。見てくださいこの長蛇の列。本日は備蓄米の販売している某スーパーにやってきました。やっぱり5キロ2000円っていうのは破格のお値段ですもんね。私も後で買いたいなーなんて思ったり。それでは早速取材していきましょう。こんにちは。なんですか？本日は備蓄米の購入者様に取材をしております。今日はご家族で来たんですか？はい。姉様方と3人で。姉妹仲がよろしいんですね。ところでどうして備蓄米を買いに来たんですか？そのですね。やっぱり今お米がとても高いので。それでできるだけ節約になればいいなと思いまして。そうなんですね。しっかり者でとっても偉いですね。そんなこと。私アイドルデビューとかしちゃうんでしょうか？アイドル発掘番組とかじゃないですよ。何してるんですか？お姉様でしょうか？今妹さんに取材を。カメラ止めろ。何ですかこれ勝手に。アポ取ってるんですか？失礼ですが事務所に所属してる方でしたか？いえ違いますけど突然話しかけカメラを向けるなんて非常識なんじゃないですか？キリタンだって困ってますよ。ねえキリタン。センターとか務めちゃうのでしょうか？こんなに困ってるじゃないですか。夢心地に見えますけど。あなたあれですか？今注目のマスク美人系女子アナって言われてるササラーナですか？そうです。知っていてもらえて嬉しいです。女子アナって確かあれですよね。野球選手と結婚して玉の歌手に乗るための踏み台の。偏見がすごい。さっきもなんか私も買いたいななんて言ってましたけど実際そんなこと1ミリも思ってませんよね。本当は私たちのこと見下してるんでしょ？そんなこと。いいえあなたは絶対に思ってますよ。こんな安い米に群がってこの低所得者の人型国造主
ッスンは学校がお休みの日に。もうデビューした気でいる。気を取り直して別の方に取材しましょう。すみません。何でしょうか。メイド喫茶の方でしょうか？いいえ、ただの OL でこれはしぶとぎです。今備蓄米を購入しに来た方に取材をしていまして。あなたはもしかしてマスク美人女子アナのささらさんですか？はい、そうです。女子アナって確かあれですよね。野球選手と結婚して玉の腰に乗るための踏み台の。それ共通認識なんだ。あら、ごめんなさい。さすがに偏見が過ぎますよね。分かっていただけたようで何よりです。もちろん玉の腰に乗るだけじゃなく、野球選手の玉と腰の上にも。すいません。会社にバレたらまずいので今のカットでお願いします。いつもテレビで見てます。応援してます。失礼します。ありがとうございます。次はこちらの男性にインタビューしてみましょう。こんにちは。はい、ナイストゥーミーチュー。海外の方でしたか。ハロー。プリーズビューティフル、プリーズグーテンモルゲン。はい。竹島は日本の北方領土。またお子さんがいるみたいですね。こんにちは。今日はお父さんとお母さんと来たんですか？備蓄米って食べたことあるかな？今日は。ごめんなさい。ササラーナはこの取材で心が折れアナウンサーを引退した。お米なのだ。また買えてよかったね。二人でお手洗いに行ってる間にお姉ちゃんが並んでてくれて助かったよ。うち並ぶの苦手。SNS でお米のこといろいろ言ってる人たちもたくさんいたみたいだけど、もうあんまりいないみたいだね。こんな美味しいお米を安く売ってくれる政府の人たちをバカにするなんておかしいのだ。そうだね。それじゃあお米はしまっておくね。早速炊いて食べよっか。食べるのだ。まだ全然お夕飯の時間じゃないよ。でも、せっかく買ったんだからすぐに食べたいよね。そうなのだ。こういうのはすぐに食べなきゃ損なのだ。じゃあ、早めのお夕飯にしようか。わーいなのだ。やった。どちら様ですか？こんにちは。私、ボイロ市役所幸福管理局市民幸福総合推進局、および食料安全供給広報課付属、三子の浜井包括管理室、並びに幸福政策総合管理課、略して幸福課のものです。本日は政府備蓄米である三子の浜井に関する生活影響調査のため、市民の皆様への聞き取りを行っております。ご協力をお願いできますでしょうか？政府の人なのだ。いつも美味しくて安いお米をありがとうなのだ。お喜びいただけたようで何よりです。聞き取りって何ですか？政府備蓄米である三子の浜井についての簡単な聞き取り調査になります。5分ほどで終わりますので、ご協力をお願いいたします。でも、これからお出かけするんですけど。ご協力いただけましたらこちらの引換券を差し上げます。本件を取扱店舗へご提示いただきますと、販売列への整列を要することなく三子の浜井を無償で交付いたします。ただでお米がもらえるのだ。協力します。ありがとうございます。それでは。聞き取りは以上になります。どうぞお納めください。引き換え券なのだ。やったね。最後に2点だけよろしいでしょうか？何ですか？最近、ご家庭内で言い争いや不安、不眠などはありましたか？言い争い？そういえば、最近は喧嘩とかしてないかな。それに毎日ちゃんと眠れています。きっとお米を毎日食べてるからなのだ。お米は健康にもいいのだ。確かにそうかもね。最後にもう1点。皆さんは、幸福ですか？幸福なのだ。本日はお忙しい中、調査にご協力いただき、誠にありがとうございました。今後とも、政府の施策にご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。それでは失礼いたします。三子の浜井って何ですか？それは、どういった趣旨のご質問でしょうか？三子の浜井の名前の意味についての質問です。申し訳ございません。その質問にはお答えできかねます。そうですか。ご理解いただけたようで何よりです。失礼いたします。おたまちさんお米食べてるの？そうだぞ。最近は家でもちゃんとお米を炊いて食べてるんだ。うちで夕飯を食べて以来、お米に目覚めてしまったみたいなんですよ。でも、お米は音が嫌いだって。うのは気づいたんだ。お米って研いでる時に賑やかな音がするし、炊きたてはあったかくて。
なんか包まれてる気がするんだ。それに何より美味しいしな。おかずは何を食べてるの？おかずはないぞ。お米だけ？お米だけだな。そうなんだ。でもわかります。美味しいお米っておかずなしでも食べられちゃうんですよね。それにお米を食べた後って、すごく幸せな気分になりませんか？わかる。気持ちが穏やかになるよね。最近はすんねえ様もずんだ餅よりお米ばっかりなんですよ。そうなんだ。あらあなたたち、また貧乏人同士で貧乏なお話ししてるの？マロンさん、今日はさよちゃんはいないの？さよはしばらくお休みするって言ってたわ。どこか悪いんですか？病気や怪我ではないとは聞いたわ。何かで選ばれたとかで、ちょっと遠くに行くみたい。そうなんだ。それじゃあ安心だね。でもマロンは巫女の浜へ食べてないんだろ？お米のお話できないじゃんか。最近お父様の会社がサイバー攻撃を受けて倒産したから今は3食巫女の浜へよ。父さんだけに？うんなぐるわよ。でも、巫女の浜へってなかなか美味しいじゃない。マロンさんも分かってくれるの？へえ、ちょっと見直したわ。ところでなんかさよのいないマロンって旨味のないハムみたいだな。骨だらけで最悪って言いたいの。いや旨味がない上食べにくく価値がないと言いたいのでは。喧嘩ってんの。葵、どうしたのお姉ちゃん。今日は葵が好きなチョコミントアイス買って帰ろうか。ほんと？あ、でも、チョコミントアイスを買うお金があったら、巫女の浜井がまた買えるよね。だから大丈夫だよ。ありがとうお姉ちゃん。そっか。ただいま。ずんだ虫さん、すぐにご飯準備するから。あ、どうしたの？あ、おかえりなのだ。何してるの？お米を炊いたのだ。うまく炊けなかったけどやっぱり美味しいのだ。どうしてお米を炊いたの？お米が食べたかったからに決まってるのだ。どうしてそんなこと聞くのだ。ずんだ虫さん。私もお米食べていい？お姉ちゃんも食べようよ。お米美味しいよ。うちはお腹空いてないからいい。そっか、お米美味しいね。美味しいのだ。政府では、引き続き市民の皆様の生活安定を最優先とし、政府備蓄米である巫女の浜米の価格を見直しいたしました。本日より、内容量 5kg あたり、1500円にてご提供を開始いたします。巫女の浜行って食べた。備蓄米のこと、食べた。全然普通のお米じゃんあれ。さらに価格を改定し、本日より 5kg あたり、1000円にてご提供を開始いたします。今日から学校の給食に巫女の浜米を使うことになりました。嬉しい人は手を挙げてください。はーい。市民の皆様へお知らせいたします。パン派だった友達も今は毎朝お米だって。安いし全然これでいいよね。本日より 5kg あたり、私も最近は毎日食べてるよ。健康にもいいんだって。市民の皆様へ。お米ってこんなに美味しかったっけ？市民の皆様へお知らせいたします。現在、ボイロ市内における総巫女の浜米接種率は 99.8% を突破いたしました。多くの皆様にご支持いただき、心より感謝申し上げます。そこで政府では、市民の皆様のさらなる生活安定と維持を目的とし、本日より政府備蓄米を内容量 5kg あたり100円にてご提供いたします。どうぞ毎日の食卓に安らぎとともにお召し上がりください。以上、政府からのお知らせでした。ずんだ虫さん、ご飯美味しい？葵、お米口についてるよ。ごちそうさまでした。うち、お買い物してくるね。お留守番よろしくね。二人ともお買い物？こんにちはですの。いたこさん、こんにちは。お買い物ですの？そうです。一人でお買い物できるなんて、とっても偉いですの。へへへ、ずんこさんは？ずんちゃんはお家にいますの。ずんだ餅用のお米を買ってきてほしいと頼まれていまして。そうなんですね。でも、それはもち米じゃないですよ。これですの？別にそんなの関係ないんですの。あかねちゃん。高橋さん。あかねちゃんは、整ってないんだね。整う？巫女の浜米を食べた人たちの、あの状態のことだよ。
あかねちゃんも見たでしょ？そこに、鳩がいたんだ。鳩？そう、いつもこの公園に何羽も集まってた。ちょうど今頃の時間にね。どうして？そのベンチで、おじいさんが毎日お米をまいていたからね。しかも高価な新米をね。そうなんだ。お米が値上がりしてもおじいさんは巻き続けてたんだ。小米なんてあげたらかわいそうだろって言ってたよ。優しいけど、ちょっと変わったおじいさんだよね。でも、少し前、久しぶりに会ったら、最近は巫女の葉米をまいてるんだと言ってたんだ。あんなに新米にこだわってたのに不思議に思って理由を聞いたら、奥さんにバレて怒られたんだって、頬をかきながら言ってたよ。こんな人でも奥さんにはやっぱり頭が上がらないんだなって、ちょっとだけ笑っちゃったよね。何のお話？鳩は、ちょうど今頃の時間にたくさん集まってきてたって言ったよね。でもご覧の通り今は1羽もいない。どうして鳩はいなくなったと思う？どうして？カラスに食べられたんだよ。しかも食べられている間、一切抵抗もせずに。ね。このお米はただのお米じゃない。絶対に、何かおかしい。あかねちゃんも食べないように気をつけるんだよ。ああ、ちなみに、今までのおかしな行動は奴らに目をつけられないための演技だったのさ。一度奴らに連れて行かれそうになった時、車内で脱出するのはさすがに勇気が必要だったよ。それじゃあ。ただいま。器に傷がついては大変です。丁重に扱ってくださいね。お電話です。はい。こちら特務広報官です。目標の2名を確保。高速バンド、装着済みです。アルファは想定通りです。了解いたしました。目標2名の回収が完了し次第、速やかに撤収いたします。はい。問題ありません。はい。それでは、失礼いたします。ことの葉あかね様、お邪魔しております。何してるの？私、先日お伺いさせていただいた幸福課のものです。先日はアンケート調査にご協力いただき、誠にありがとうございました。そこにいた警護作業員はどちらに？質問に答えてね。無断にて立ち入った非礼、謹んでお詫び申し上げます。しばしのご猶予を賜りますようお願い申し上げます。二人をどこに連れて行く気なの？申し訳ございません。守秘義務のためお答えできかねます。答えてね。ですので申し訳ありませんが、お答えすることは。答えろ。随互感、下がりなさい。特別にお答えいたします。お二人を、巫女の器にするのです。巫女の器？巫女の葉米の生産には、巫女の存在が必要不可欠なのです。厳正な選抜の結果、今回はお二人が巫女の器に選ばれました。おめでとうございます。これは非常に名誉なことです。ところで巫女の器に選ばれるとどうなるの？お家には帰ってこれるの？スクリーニングテストで巫女の器としての適性が認められない場合は、ご家族様のご意向により、速やかにご返還申し上げます。認められたら、残念ながらご家族の元へ戻ることは今後一切ございません。ご理解ください。そうなんだ。巫女の魂により、争いやいさかいはもちろん、悲嘆、嫉妬、憎悪、すべての負の情念は消え去り、人々は等しく安らぎを得るでしょう。巫女の葉米こそ、人類が到達し得る真の幸福。この恩寵を、素晴らしいと思われませんか？確かに、巫女の葉米を食べてから、二人とも全然喧嘩しなくなった。それに、二人ともとっても幸せそうだった。ご理解いただけたようで何よりです。ではお二人は。でもみんなの幸福はいらない。はい？葵を使ってみんなが幸福になるなら、うちはその世界も、みんなも、全部いらない。あとずんだ虫さんも使っちゃダメ。それは、お上のご意向に背くおつもりだと受け取ってよろしいのでしょうか？うち難しい言葉苦手。お二人を巫女の器にしても。あかんで。かしこまりました。これも市民の恒久的幸福を実現するために必要な措置でございます。どうか、ご理解ください。動かなくなっちゃった。お二人
は優秀な特務随行護衛官だったのですが、残念です。どうして中身が半分出ても動いてたの？随護官は特殊な訓練を受けておりますゆえ。そうなんだ。じゃあ次は中身が全部出ても動く訓練してね。あ、ごめんね。こちら幸福課です。はい、申し訳ございません。はい、新しい随護官の派遣を。お姉ちゃんをいじめないで。ズンダムスさん？鬼エビフライバカアカネなの。失礼いたします。帰るの？はい、本日はおいとまさせていただきたいと思います。そっか、気をつけてね。最後に一つだけ、質問をよろしいでしょうか。なーに？あかね様。巫女の葉米は、美味しかったですか？それでは、失礼いたします。待って。お部屋掃除してってね。後ほど清掃員を派遣いたします。政府備蓄米、巫女の葉米につきまして、本日付で生産、流通すべてを廃止することを決定いたしました。廃止の直接原因は何ですか？申し訳ございません。機密事項につきお答えできません。安全性に問題があったということですか？詳細は現在も調査中であり、現時点では差し控えさせていただきます。革命の説明責任を果たすのですか？調査完了後に適切な形で情報公開を行います。現在は回答を控えさせていただきます。本日のご質問は以上とさせていただきます。詳細情報につきましては、調査終了後に速やかに公表いたしますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。逃げるな貴様の先に逃げるな。その後、政府から詳細情報が発表されることはありませんでした。新米の価格もまだ少し高いですが、前よりもずっと安くなり、ぼーっとしてた人たちも、みんな徐々に元に戻っていきました。おはよう、おはよう。おはようございます。おはような。今朝の占い見た？もちろん見ましたよ。それより TikTok で面白い動画見つけたんだぞ。どんなやつ？あかねさん何してるんですか？白い金魚を作りたくて。絶対にやめてくださいね。あなたたち何のお話をしてるの？マロンさん。よかったら私も混ぜてほしいななんて思ったり。お前早く帰って寝た方がいいぞ。別に熱があるわけじゃないのよ。いいよ、マロンさんも一緒にお話ししよう。あなたたち。別にありがとうだなんて思ってないんだからね。今のうちに素直なシャイ表示ができるようにしておかないと大人になってからの矯正コストが跳ね上がりますよ。あんた本当に何なの？さよちゃんは？さよ。ずんだ餅を買うのだ。走ったら危ないよ。もう、今日は何を買うんだっけ？白菜と人参とキャベツと、あと、お味噌が切れそうだからお味噌。それと今日は豚こま肉のお買い得なんだって。そうなんだ。しばらくお休みしてるって言ってたでしょ？いつ戻ってくるの？お米も買いたいんだけど、まだ高いからな。どうしようかな。また巫女の葉米が売ってればいいのにね。巫女の葉米？さよって。お姉ちゃん、巫女の葉米って誰のこと？それより私ズンダムシさん呼んでくるね。はーい。安くて幸せになれるお米、巫女の葉米。簡単に幸せになれるものには、後で大きなツケが来るかもしれません。ですが、本当はすでにどこかで、身近な誰かがその分を払っているのかもしれませんね。でも、巫女の葉米の味は、そっか。巫女の葉米の巫女の葉の意味って、とっても、美味しかったです。高橋さん、最近見ないと思ったらこんなところで何しておるんじゃ。黙れ、貴様の機関の回し者だろう。サイコライスファミリーの末裔め。何言っとるんじゃ。マカロニをくらえ。あいた。ちなみに高橋はたまたま唱えた陰謀論が偶然的を置いてしまっていたので、確認のために連行されただけで、今回の件に関しては実はほぼ何も理解しておらず、狂った発言や行動、そして社内で脱したことも、あかねちゃんへの忠告以外、高橋がしたことは、すべて何の意味もなかったのでした。